今こう上げようとした今。どうも、くきでーす。裏切ったな、スザク。どうも、トエです。あ、スザクがちょっとわかんないんですけど。そういうセリフがあるんですよ。あ、なるほど。はい。裏切ると言いますと何を思い浮かべますでしょうか、皆様は。裏切りって言ったらやっぱ勘十郎かな。裏切りの夕焼けでしたね。あ、夕立ですね。夕立勘十郎いや、さっきまで出てたんですよ、この人。はい、まあ、ということでですね、皆様、今日は、海軍でこいつ裏切るやろワンピースの世界、海軍っていますよね。あれね、一枚岩の組織じゃないんですよ。派閥とかもあったりするんですよね。赤井の派閥があったりだとか、政界でいうところの麻生さんの派閥があったりだとか、二階堂さんの派閥があったりだとか、そういった話なんやけど。急にリアルな話してたけど。なんすかなんすか、まあ、そういうように、はい、昔、青木地と赤犬ってのは、バトリンコをして、バトリンコ、はい。その結果どうなったかというと、青木地脱退。海軍を辞めちゃったよね。そういったことがあるんですよね。はい、実際、この青木地っていうのは実はこれやめる伏線っていうのが結構あったんですよね。そうなの？どういうことかというと、頂上戦争の時見てほしいんですけど、お前のじいさんは恩人だが仕方ねえよな、男一匹選んだ死の道っていうことで、いてえ畜生っていうルフィにとどめさそうとしてるんですよ。早くとどめさせばいいのに、マルコとかにわざと止められてるような感じに見えたりも。そんな余裕があるシーンだったっけかもしれないぐらいなんですけど、致命的なのはやっぱりロングリングロングランドでルフィたちを見逃したこと。休暇中やったから。そういうね、建前とかはあれどなんですけど、結果青木城はなんだかんだで海軍を裏切ったわけじゃないですか。今何やってるかわからんけどね。そんなように実はこの海軍を今後もやめるんじゃないのかなっていう。 AKB であっちゃんとかが卒業していったように、この2021年は海軍卒業ラッシュが始まってしまうんじゃないのかな卒業ラッシュが思うんですよね。マジっすか？まず1人目、裏切り確率 70%。 降水確率みたいに言うけど、これ何のパーセント？裏切り確率です。誰が根拠に言ってんのこれ？腹出す。いよいよ降水確率や。ということでですね、1人目は、キザル。全然似ないけど。しかもキザルの真似してキザルって言ってなかった。ほんまや。何やってんの？はい、ということでですね、キザルです。知ってますか？知ってるやろみんな。ピカピカピカの実の能力者で、どっちつかずの正義っていう正義を掲げております、大将なんですよね。組長によく似てるって言われたりしてますね。あ、クレヨンしんちゃんのね。はい、キザルなんですけど、こいつ裏切る確率が実は高い。 70% って相当よ。こいつ革命軍じゃないかっていうことが疑われている。こちら見てほしいんですけど、こちらエース救出の頂上戦争なんですけど、白ひげのところにルフィをわざとフイって赤色とかでやったらとどめさせてたじゃないですか。で青木汁すらさっき殺そうとしてたのに、キザルはわざ当たってんのにフイって返してるんですよ。振り出しに戻れなよーって言ってジンベエのとこにルフィ返したりしてるんですよ。こんなんわざわざ返す必要あるんかな。確かにそう不自然なんですよね。誰ご飯炊いたの？今しっかりご飯の中に慣れてきたけど。いや、突っ込むなら突っ込むで、ちゃんと噛まずに突っ込んで。致命傷を与えれるはずの場面で致命傷を与えないこの手の抜き方。炊飯器のこのくだりはもういいの？カットできるかなって思ってんけどね、今失敗したからもう噛んじゃったから言わないでよ。はい、ご飯は噛んで食べなあかんけどな。はい、そういうことでですね。でこれ致命的なのがこちら、鍵潰してるんですよね。どういうシーンかって皆さん覚えてますか？結構致命的。そう、これエースがこうやって捕まってる時にルフィがこうやって鍵出してね、こういう鍵をやろうとした時にミスター3からね、鍵もらってね、鍵をぶち抜いてるの。鍵だけを、エースをそもそもぶち抜いてもよかったし、ルフィをぶち抜いてもいいっていう場面で、次元大好きかいうぐらいのスナイプを決めてるんですよ。びっくりしましたね。鍵を阻止しようと思ってやってたけど、別に裏切ったわけじゃない。いやだってこの後戦国とかはね、逃がさんぞエースみたいなのをバシバシ殺すみたいな感じだったし、キザルがこういう茶番をしたおかげで目がそらされたからっていうこともあるんじゃないのかな。確かにこの時点でピュー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 ってやったから、ルフィともどもね、戦国とかもいたんから、その、いや、食べたり撃たれんかったかな。八坂にどまがたまってどうせ最後に撃ったわけじゃないですか。とりあえずやっとかな立場危ばれるからみたいなノリで撃ったんちゃうんかなと思っちゃうんですよね。ああ、革命軍っていう発想はなかったね。でもそう実は革命軍の幹部と一緒にいるところをフライデーされているっていう事実もあるんですよね。フライデー？それがこちら。いや、フライデーも何もこれ。クマと一緒にいや、戦ってるやん。クマと一緒にいるところをレイリーと戦ってる。フライデーされてしまったんですよね。パっていうのは何？パシャって。そうアタッチのあいつ裏バイトもしてるからフライデーされてしまったんやけど、どういうシーンかって皆さん覚えてます？麦わらの一味たちがチリチリになってるところをレイリーが止めてくれようとした時に、その後クマにささやかれるわけなんですよ。お前を信じろって言うのかみたいな感じでレイリーを返すんですけど、実はキザルとかも麦わらの一味を逃がすっていうことに結果的にしたわけで、
で逃がした結果どうなるかっていうと2年の修行につながったわけじゃないですか。確かにここで逃がしてもらうのと死んでたからな、一味は。わざと逃がすために演出したんちゃうんかなっていう。こんなにバシバシにシャボンディまで来てるのに最後までサニー号がね2年後まで無事やったわけじゃないですか。クマと一緒におるっていうところがポイントで、だってキザルって一味を仕留めてないもんな。そう他の海賊たちが死ぬほど捕まえたみたいなよくわからん描写はあったけど、そうそう、これはフェイクなんですよ。これと似たようなフェイクしてる海軍まだいるんで。1人目から結構な降水確率やったな。そうやね。だからどっちつかずの正義っていうのは、ドフラミンゴも言うように悪だ正義だとか言うてる場合じゃないんですよ。最終的に勝てそうなところにこいつは行くんちゃうかなっていう。なるほどね。そういうやつなんじゃないかと思っております。オッケー面白い。じゃあ次教えてください。はい、続きまして裏切り確率 20%。下がってるよ。戦国です。下がってますよ数字。誰が上がってくって言ったんですか。普通上がってくるね、こういうのって。一言も上がってくなって言って確率減ってくって意味なくないですか。70から20へ急降下ですよ。めっちゃピーカンやね。ピーカンノーカンノーカンノーカン。情報が錯綜しております。知ってますかこのアフロ。アフロっていうほどアフロじゃないねんけど。あ、そう洋介さんだけが笑ってる。このヒゲをね、戦国なんですけど、ヒゲを戦国ってどういうこと？はい、戦国はですね、まああれなんですよ。戦国に対して言うことないんかもう。もう終わった。もう終わった。いやいや始まった。飛ばしてもええねんで別に。いやいやローの味方するんじゃないかっていう可能性があったりとか。戦国って海軍ちょっとぶっ飛んだやつ多い中でまともな感じするよな。受けた愛に理由などつけるなとか言ってたりね、いいこと言ってらっしゃるから。海軍の屈指の大仏やし、これ一人しかおれへんよ。まあそういうわけじゃないけど、世界政府に不信感持ってる可能性があるなっていうことを思うんですよね。なんで？インペルダウンの後大変心苦しいけどこれはもう発表するしかあらへんなみたいな、関西弁。そういうことを思った戦国に対して世界政府により1個のレベル6の危険を包み隠せとっていうことを聞いて、ふざけんなってすごい顔がでかくなって、はい、この報告したブランリーもびっくりしてると思うわ。それぐらい怒ったわけないけど、このもみ消しに対して疑問を覚えたら裏切ることが5回に1回ぐらいあるんちゃうかなっていう。戦国は青生地を次期元帥に推薦してたから、そう自分の思ってた方向にはいかんかった感じはして不満はありそうだね、今の体制にね。そうなんよね、続いて裏切り確率 30%、ドクターベガパンク&パシフィスタ。これは裏切りも何も味方かもしらん要素強くない？ルフィたちの。そうとも限らんやん。そもそも皆さんベガパンクってどうやって海軍入ったか知ってます？あいつ逮捕されてんのよ。それで入ったって言えんの？技術提供するから見逃したるわみたいなノリで海軍のトップになってるのよね。決闘因子を作った罪で捕まっちゃったんやけど、司法取引みたいなのをしたんよね。そんな描写あったっけ？その描写はないねんけど、え？予想なんやけど、貴様の技術を提供したらお前の罪は見逃してやろうみたいな。だからトムさんみたいな、トムさんもお前の技術を認めて罪を一つ流してやろうみたいな感じやって、命令者ね。それと同じことが起こってっちゃうかなって思うんですよね。ベガパンク自体は別に正義に信じてあっこで開発してるわけちゃうから、開発したいだけやったら別に他のとこでもいいんちゃうかみたいな感じで裏切ることもあるんちゃうかなと思っております。パシフィスタがクマじゃないんだよ、もう自我がないからね。それでも麦わらの一味逃がすため、サニー号を守るためにプログラムされていたとしたら、ベガパンクの指示というかやり方だと思うんですよね。そのクマがこうしてほしいと言ったにせよそれを受け入れてるわけだから。そうやね。そういう意味ではもう裏切ってるよね。そう、実際このプログラミングしてるっていうのがやっぱすごい肝で、クマってめちゃくちゃコピーされてたくさんいるわけじゃないですか。パシフィスタね。パシフィスタが、でこれ SSG っていうクマと同等かそれ以上の戦力みたいなね、とんでもない集団みたいなのを作った雰囲気もあるじゃないですか。集団かどうか知らないけど、その地中海に並ぶ戦力みたいなのはね、もう作ったと言われてるんですよ。全部プログラミングでやってるとしたら、小田先生の大好きなスターウォーズで昔それ俺考察で言ったことある。スター・ウォーズ好きで、小田先生も多分好きで、スター・ウォーズエピソード123とか見た方は分かると思うんだけども、オーダー66っていうプログラムがありまして、クローン戦争の時にね、クローンの兵隊がめちゃめちゃ戦力になってジェダイ側についてるわけですよ。優勢になってシスを滅ぼしかけてるんですけども、シスの暗黒教がオーダー66って言った瞬間にズバンって全部寝返るんですよ。そのクローンがね、ジェダイたちが滅んでいっちゃうっていう描写があるんで、それもし機械制御されているんだとしたら、ベガパンクとかの命令一つでルフィサイドに全部が寝返る可能性があるっていうことを考察をさせてもらったっていうことです。オーダー66、これもすでに匂わされてるんですよね。ベガパンクと関係があるジェルマ06
これすごいよね、本当に。これはすごい。ダブル6ね、66なんで。はい。裏切り確率失敗したな。66にしようかな。裏切り確率って言ったらもう 95% ぐらいあるよ、ほんま。それでは裏切り確率 50%。これ何の数値で算出してんのこれは。最新のコンピューターで計算しましたけど、富岳。コンピューター富岳。ほんま。1個前やったっけ。はい、スパコンでやってんの。続きまして藤虎です。これは 50% やな。才能目がどう出るかですわ。確かにな。はい。藤虎はですね、すげえ力満々の兵隊なんですね。大将やし。でも世界徴兵で集められた海軍歴浅々なんですよ。コビーより短いみたいな。正義を何かしら持ってると。でも世界政府に対してめちゃくちゃ不信感持ってる。赤犬に対してもめちゃくちゃ不信感持ってる。そこが喧嘩してたよ。ヘッドハンティングしてきたけど全然社長と馬合わへんわみたいな、社員、そういう感じのキャラクターなわけなんですよね。さらに麦わらのルフィのことをちょっと気に入ってしまってるんですよね。確かにな。一生っていう名前なんですけど、一生って言ったらいてくれやじゃないですか。ミキトンさんミキトンさんですか。一生にいてくれやのミキトンさんですか。それぐらいワノ国っぽい名前なんですよね。ということでこいつワノ国ってもうとんでもないことになって、もしかしたら一生はワノ国を救えなかった侍の一人なのかもしれないなっていうことを考えた時に、ワノ国が救われた後って味方する可能性が高いと思いませんか。藤虎も世界徴兵とはゆえ、今まで何してそこまで来てるのっていうのが分からないから、力牛とともにね。それをちょっと知りたいね。続きまして裏切り確率 66%。ダブル6これ出てきたけど今なんとかなれへんかったんかそれ。戦闘丸です。666っていうのは悪魔が崇拝している数字ということが、悪魔を崇拝な。悪魔を崇拝している数字と言われていて、イルミナティという秘密結社で崇拝されている数字だと言われていたのですが、真っ赤な嘘らしいんですよね。本件聞いたね。その動画もまたよかったら見て。戦闘丸のね胸の部分が666になってるかってことなんですけども、それが言いたくて入れただけなんですけど、そっちじゃない。こいつはですね、キザルをおじきおじきって言ってまして、ドクターベガパンクのことをパンク野郎っつってね、すごい仲良しな感じ出してるんで、あの二人が裏切るなら裏切るんじゃないっていう、麦わらおめえみたいなカスじゃねえよみたいなことを認めてる描写あったよね。デワのブラック相手に言うとったんで、覇気をまとったってね、ルフィのこと褒めてるもんな。成長を見てきたらあいつにかけてみてもええかなって思うんじゃないですかね。続きまして裏切り確率 70%。 ドレイク。裏切ってるやんもう。ほぼ裏切ってないこれって。ルフィたちの味方しちゃってるからほぼ裏切ってる。まだ曖昧見よ。ドレイクはですね、海賊やと思ってたんですけど、実は海軍特殊部隊騒動の隊長をやってたみたいな。もう戻れないみたいなこと言ってなかった。そういったことを言っていて、バレたんですよ、飛び六胞で俺が裏切り者だよっていうこと。スパイやったからそもそもが。そう俺がスパイだっていうことがバレてしまった哀れな存在なんですよね。彼はどうしたかというと、どうする、どこへ逃げるっていうことで必死に逃げ回るんですよね。海軍へは戻れないか、いやそれは後回しっていうことで海軍のまんまなんですよ。どうしようかなっていうのは悩んでるんですよね。で今は一旦麦わらのルフィと行動しようかみたいなノリなんですよ。ドレイクはですね、花の都でローを逃がしてくれたりとか、海軍としても考えがあって動いてたりとか、ソードって結構特殊な組織っぽいんで何やってるか分かんないんですしね。そうということもあって意外に戻れる形もあるのかなっていう、このまま裏切ってしまうんじゃないかなっていうことも思うんですよね。何が言いたいんこれ結局。裏切るんちゃうっていう。裏切ってるからね実際にね。例えば海軍に戻ったとしても裏切りやと思うんだよね俺。どっちにつくのかなって見どころですよね今後のね。続きまして、裏切り確率 70%。 高いガンプ。なんで一番裏切りそうなポイントは天竜人嫌いやなっていう。ゴッドバレーの一件があるからもう英雄としてもう今更この年で裏切るってなくないっすか。裏切るなんてもっと早く裏切ってるだろうと思うじゃないですか。物事を始めるのに年齢って関係ないんですよ。カーネル・サンダースって65歳ぐらいからケンタッキーを広めようとアメリカ各地を駆け回ったんですよね。そこから一大チェーン店まで駆け上がったわけなんですよ。一大チェーン店って何やねん。いまだに日本ケンタッキーではケンタッキーのレシピをしてる人って3人ぐらいしかいないらしいんですよね。それぐらいレアなことをやったんですよね。ガープが裏切るぐらい大したことじゃないんですよ。全然違うと思うけど例えの質が似てるやん。なんで急に偉人伝なんでカーネル・サンダース出てきたよ。ということでですね、このガープはですね、そもそも犯罪者育成人なんですよね。革命軍のナンバー1とナンバー2を育てたし、ルフィエースも育てたし、犯罪者養成学校やったら多分プロ。何です養成学校
呪術高生みたいな。そう呪術高生みたいな五条先生なんですよ、言ってしまえば。すごいやん。いやそれぐらい強いわけなんですよ、この男は。この男も絶対何らかの正義はあると思うんすけど、ソードを率いてるんちゃうんかなっていう。実際コビーとかね、教えの先生でもあるからな。そう黒ひげがねサーベル・オブ・ジーベク号って言うてるんで、船がね黒ひげからロックスの剣ならば、やっぱりロックスが立ちはだかる時にはガープがソードとして出てくるんちゃうんかなみたいな。なるほどな。ついでに赤いのも裏切っとこうかみたいな。ついでな。エース殺したから。続きまして裏切り確率 80%。めっちゃ高いやん。コビー&メッポ。あ、俺さっき言うてもな。ガープの弟子やしソードやし。ガープが裏切ったら絶対ついてきそうやな。コビーももともとモーガンとかでもめちゃくちゃ盾ついとったよ。赤いのにもめっちゃ不満あると思うのよ。水かけんぞボケと思ってると思うんやけど。水なんでいやいやいや、そんな火消えへんやろ。いやいや分からんやん、消えるかもしれんやん。弱っ弱っ。実際今韓国のとこ行ったりしてるんで、ここでやっぱりルフィトークでうえいって盛り上がって一緒に行こうぜみたいな感じになるかもしれないんで、そういうことも含めて裏切るかなって感じです。なるほど。はい、それでは裏切り確率 90%、スモーカータシギ。 90% ってよっぽどよ。海軍にいてスモーカーって青生地がおったから G5 に簡単に移してもらえたりとか、あー、なるほどな。幅利かしてもらえてんけど、大事な派閥のトップのパイセンが戦争に敗れて死んでしまったんですよね。だから俺もそろそろ転職しようなって思ってる。転職って何？実際パンクハザードとかでも、もうルフィを真剣に捉えようっていうこともなく共闘するわみたいな雰囲気やったし、決定的なのはやっぱりバレット戦ですよね。バシバシ仲間みたいに戦っとったし、本来捕まえないといけないであろうサボの言うこともめっちゃ聞いとったし、なんか映画出てきたんだからもうすごい共闘したっていう歴史がすでにあるんですよね。あれはスモーカーが仲間になるんじゃないかっていう伏線だと思うんですよね。仲間になる、裏切るだけじゃなくて。いやもう仲間になりそうやん。タシギもゾロと因にあるし仲間になるんちゃうんかなっていうことを僕は思いましたね。意外に初代鬼鉄をキンコーズのこのジジイからもぎ取った後、ゾロのものになるんじゃなくてタシギのものにちゃんとなったりするのかも。まあタシギはね、知らないですね。もうちょっとなんか活躍してほしいよね、見たいっていうか。せっかくねあんだけ泣いてね強くなったのにね、全然活躍してくれへんからびっくりしてる。ローが強すぎたよな、あの時は。まあまあ確かにね。今日の海軍裏切りそうな奴らはどうでしたでしょうか。あ、なるほどって思うものもあればよくわかんない確率が降水確率がハレダスがつけてるという謎データが。僕はブランリューだけは裏切らないと思いますね。大声で懸賞金読んでるだけで給料もらえてる。いや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 怒られるよブランリューファンに。ブランリュー以外が読んだら縛らへんから。ちょっと真似してみてよ。彼らは七部会を脱退しまして、未だ懸賞金は決めかねておりますが、ここで今までの海賊たちの懸賞金を振り返りましょう。それでは、いや、懸賞金を言えや。何やねんそれ。それでは See you 今日も一日お疲れ様です。おーいチャンネル登録してるか。なんなんいきなり。でもしてね。そうそう LINE スタンプリニューアルしたぞ。 Twitter、LINE アットもやってるから絶対フォローしてね。今聴いてるオリジナルソングも配信中。お風呂の前はコヤッキーチャンネル